疲れ様です。とうこです。久しぶりの爆すっぴんなんだけど、初心に帰ってすっぴんで動画撮ろうと思って、初心かどうかわかんないけど最近さ、口のこのくすみが気になり始めたんだけどさ、くすみを隠すいい方法を思いついてさ、ここにくすみがあるじゃん。でって笑うとくすみがちょうど隠れるんだよね。ってそれに気づいて、やっぱ笑顔って最強だなって思いました。で、私ちょっと最近さ、もうちょっと YouTube 頑張らなきゃなって思って、なんかある程度ね、自分なりの型っていうかパターンができ始めたんだけど、そのパターンに甘えてたなって思って、私結構勝手に自分の中でルールを作ってそれに従わなきゃいけないって思っちゃうタイプなの。例えばさ、普段買ってる納豆が別のスーパーにその納豆を買いに行ったら、いつものスーパーよりも数十円高くて、そしたらもう今日納豆買えないわって思っちゃうタイプ。別の安い納豆を買えばいいってなるはずなのに、いつもの納豆じゃなきゃダメだみたいな、そういうルールを勝手に自分の中で作っちゃうタイプ。なんか謎に納豆の例出したんだけど、最近そういうことあってさ、良くないなと思ってさ、だからもうちょっと YouTube も試行錯誤しながら成長して作っていこうと思って真面目かよ。ブレブレも良くないとは思うのよ。自分なりの構成を作って、あ、とうこさんの動画ってこんな感じだよねみたいな印象づけるのは大事だと思うんだけど、それがあんまりにも凝り固まりすぎるとさ、考えてないっていうか、そんな風に思えてきちゃって、だからもうちょっと撮影の幅を広げていこうと思ったので、今からちょっと模様替えします私絵描いてるから、絵描くシーンは絶対入れたいのね。でもそうなると結構縛りが出てきちゃう。最近はもう手元のみを映すだけになっちゃって、なんかこのシーンってぶっちゃけ見ないよなとか思って、 ASMR になるぐらい高尚なビデオを撮ってるわけじゃないし、描いてる自分の仕草も含めて撮影できる環境にしないとなと思って、で今の配置だと山崎実業さんのとっても使いやすい部屋干しラックが丸見えなんですね。部屋干しが映ってしまうので、こっちにアズーの作業デスクなんだけど、これをちょっと入れ替えて撮影がしやすい配置に変えようかなって思う。寒い。てかさ、昨日ね、キャンバス作りの師匠のさアトリエにお伺いしてさ、3月のグループ展示に出す変形キャンバス作りをご協力いただいて、土台ができたんだけど、頑張って作業しなきゃな。自分の体よりでっかい女の子描きたかったから、すごく嬉しくて楽しみ。でもうまく描けるかめっちゃ不安で、この作品のタイトルはきっとうまくいくにしましたうまくいってほしいなと思って。キャンバス作りのお師匠がさ、木材カットの動画見たよって言ってくれたんだけど、私木材カット全部すっぴんでやってるからさ、私の顔面を見たってことかと思ってちょっと震えた。恥ずかしくて。てめえが始めた物語だろって感じだからいいんですけど、私の人生さ、部屋干し中心で回ってんだけど絵描きのさ、部屋の照明問題あるよね。海外の Vlog とか見てるとさ、おしゃれなあったか照明とかで撮られてるけどさ、あれだと見にくいんだよね。やっぱシーリングライトが見やすいからさ、こういう照明になっちゃうんだけど、どうすればいいんだろう。最近あんまりペカーって晴れの日ないね。寒波だから。私根っからのインドアだからさ、外に出たい欲全くなかったけど、晴れてるし外に出たいみたいな気持ちになる時あって助かってる。すごいなんか分断されちゃってるかも一旦こんな感じになった。もう今私の机が混沌って感じ。今にもバトルが始まりそうな構図。寒すぎ。牡蠣食べよう。牡蠣食べて亜鉛摂取しよう。新しいヘッドホンを買ったんだ。アンカーのやつ。今まで使ってたの開放型のヘッドホンだったから、結構音漏れしちゃって密閉型のが欲しくて選んだんだけどさ、このタイプの全然つけたことなかったからさ、なんか買おうって感じでさ、このつけ方で
正解なのかなってすごい心配なんだよねこのヘッドホンノイズキャンセリング機能付きなんだけど、私初めてノイズキャンセリング体験してさ、いやすごいね、マジで周りの雑音が聞こえなくなった。でもなんていうか孤独感をめっちゃ増さない。ノイズキャンセリングしちゃうと世界に一人だけ感が半端なくってちょっと病みそうだった。寂しい夜とかノイズキャンセリングしない方がいいと思うわ。今すっごい状態で撮影してる。ギリギリで撮影してるわ。最近アズーがさ、私の YouTube を見てくれてアドバイスなんかちょうだいって言ったら、画角が下すぎないって言われて、アングルが下だからトーコのポテンシャルを引き出せてないって言われて、でもマジでおっしゃる通りで、私めっちゃ下から撮ってたの。今は上から撮ってるんだけどさ、だからこいつすごいなって思った。アズーのこと。なんかさ、ちょっとこれあるあるだったら嬉しいんだけど、容姿に自信がない人間ってさ、わざと自分のことをブチャイクに撮りがちじゃない。本気出して漏れた状態で写真撮って、例えば他人に全然可愛くないねとか言われたらさ、めっちゃ悲しいから、じゃあもう完全に漏れてない写真だったら、これ全然漏れてないじゃんって言われても傷つかないっていうか、ちょっとそんな感じのこじらせた考え方を持っていたんだけど、アズーに言われて、そんなノイズになるぐらいだったらちゃんと直そうと思って今日から上目にしてみたよ。もう本当に私ってネガティブの極みなんだよね。もう趣味レベルで人と比べて落ち込んでる。定期的にやっちゃってるから、もう趣味だと思う、人と比べて落ち込むの。で最近思ってさ本当はさ、ビタミンみたいな明るい人間になってさ、人々を励ましたりしたかったよ。でも私はもう根っからのネガティブ人間だから、こうやって自分をさらけ出して同じような気持ちを持った人に寄り添うっていうか、そっち系軸しかないなって思った。最近もさ、だんだん YouTube 見てても、この人こんな短期間でこんなに登録者いったんだとかさ、自分と比較して落ち込むっていう。でもさ、ほんと初心忘れすぎてる。楽しむとかさ、自分のためにやるとか、そういうのを忘れちゃってるわ自分と思って反省したんだけど、登録してくださってる方にめっちゃ失礼じゃんと思って。それで YouTube でさ、人と比べてしまうあなたへみたいな動画を見て、でその人がどっかの研究所のサイトのページを見せて、実際に研究結果でも人は神経細胞から違うってことが分かってるんですみたいな風にソースを出してきてね、ちゃんとした。で私それ見た瞬間、私そんな科学的な視点なかったと思って落ち込んだの、その子と比べて。やばくない？だと落ち込んじゃう人向けの慰めの動画で人と比べて落ち込んだんだよ。信じられないよね。ちょっと笑っちゃったもんだからもうその時気づいたの、私はもう人と比べるのが趣味なんだと思って。でもそういう時は、比べちゃった時はやっぱり自分に足りないものがその人にはあるってことだから、その人のいいところを学んで自分のものにしていくしかないなって思いました。でももしもさ、自分が友達だったら、そんな落ち込まなくていいよって、あんたはあんたなりのペースでやってんじゃんみたいな、そういう風に思えるのに、なんでか自分に対してだけさ、必要以上に責めたりしちゃうよね。てかめっちゃ今更なんだけどさ、私左利きだからさ、必然的に結婚指輪がついてる手をメインに出すことになっちゃってさ、なんか結婚指輪ピッてんなみたいになったりしないめっちゃなんかそういうの心配になっちゃう。誰かのこと不快にさせてないかなみたいな逆になんかおこがましいよね。でも私さ、今までの人生アクセサリーが苦手で全然つけてこなかったの。自分なんかがアクセサリーをつけていいんでしょうかみたいな気持ちになっちゃって、これもすっごいネガティブなんだけどさ、やりたいことがあるのに自分なんかがやっていいのっていう考えが拭えないんだよね、一生。私なんならキャンバスに作品描くのもずっとやってみたかったけど、私のような美術の学のない人間がやっていいのだろうかみたいな気持ちになって全然挑戦できなかったの。でも今その殻を破ってさ、こうやって作品作ってたら徐々に道が開けてきたし、その脳内でささやく悪魔の声を振り切ってやりたいことやっていかないと本当ダメだよ自分って思うんだけど、それと同じような感覚でアクセサリーをつけても似合ってない、気持ち悪いと思って外すことがよくあって、でも結婚指輪つけてから徐々にその苦手意識がなくなってきて、他に指輪とかつけたいなって思ってきた。
指輪を見てると自信が湧いてくるというか、ちょっと不安な時とかに指輪眺めると大丈夫大丈夫みたいな、そんなお守りみたいな存在になってきて、なんだろうね、光ってるからかな。だからアクセサリーにはそういう力があるんだなと思って、もうちょっとそういうお守りみたいな存在を増やしていきたいなって最近思った。たださ、私指めっちゃ太いの、もうパンパンなんだけど人差し指につけたくて、何かで測ったら私19号とかだったんだけど、人差し指、おそらく人差し指がさ、そんなでっかい号数なことある？なんならむくんでたら20号かもしれない人差し指20号って存在する？女性で。指輪素人だから測り間違えてるだけなのか何なのかわかんないんだけど、もしも本当にガチモンの人差し指20号だったら私ちょっと立ち直れないかもと思って。大体みんな何号なんだろう。カメラの充電なくなりそうだから、ここらでおいとましようかな。あとはちょっと整えたら完成だね。2月の22日から2月の24日まで大阪で開催されるグループ展に参加します。この作品も展示予定なので、私の絵ってカメラ通すと面白いから、ぜひ展示見に来て写真撮ってくださいストーリーとか載せてくれたら反応するようにしますんで。あと3月にも兵庫県でグループ展に参加するので、ご都合合う方よければ見に来てください。なんかほんと宣伝をちゃんとやる人って偉いなと思って、リスペクトしかないわ。告知宣伝ってマジで大変だもん。じゃあちょっとまだ全然寒いからみんな体温めてね。じゃあ今日もありがとう。